だからその時の自分にもこの動画見せたいぐらいもう一人じゃないしっていうことは言いたいですね。はい、伊藤蘭です。今日はめっちゃ外に来ました。風もちょうどよくてめっちゃ気持ちいいです。今日は私の話を聞いて欲しいなっていう動画になります。今私が6年間治療している複雑性 PTSD について6年治療してどう変わったかっていうのをお話ししていきたいと思っています。今この病気で苦しんでいる人とかね、これから治療しますっていう人がたくさんいるっていうのを知って、今これから頑張ろうって人、今頑張っている人とか、あとそれをサポートしようと頑張っている方とかいらっしゃると思うんですけど、そういう方に伝えられることは少しでもあるんじゃないかなと思って、この動画を撮ってます。もし初めてこういう病気があるんだよってことを知った人も、こういう人もいるんだ、今こういう病気があるんだっていうので聞いていただけると嬉しいです。まず初めましての人に向けて言うと、私は結構ちょっとだけ人生いろいろあった人なんですね。生まれがまず新興宗教でできた家庭で生まれた宗教2世なんですね。宗教2世だし、20歳までの記憶が全然ないまま気づいたら大人になってしまっていて、過去のものも含めますと障害とか病気とかいろいろ16個ぐらい、名称だけ数えますとあったりもします。でも今27なんですけど、だいたいそれを全部うまくなんとなく生活できています。今主に複雑性 PTSD の治療を頑張っているんですけれども、6年治療してやっと落ち着いてきたと感じられてきたので、要するにいろんなことを乗り越え続けて自分なりに人間らしく生活している人です。あと知らない人に向けて複雑性 PTSD って何かっていうのを超簡単に言うと、過去に苦しい思いをしてその影響が安心な場所に移ったとしても体の脳みそや心に残って、その影響で思った通りに生活ができなくなるっていう病気なんですね。詳しいことはお医者さんに聞いてください。あと何があってその病気になったかっていうのは私自身もあんまり思い出せてないし、思い出せたとしても言えることも言えないこともあるし、また言いたくなったら言います。これから話すのはあくまでも体験談なので、真似すれば良くなるっていうわけでは絶対ないし、あくまでも参考程度に聞いてほしいです。特に病気の治療内容とか症状とかお薬についてはお医者さんだったりカウンセラーの先生に絶対に聞いてください。今治療して6年目で、病気を自覚する前とかその時に比べて今はまるで別人というよりかは、自分が今までで一番楽しかった時期が小学生なんですけど、その小学生の時のように自分らしく自分そのままで生きることができているという感覚があります。とりあえず働くことへのストレスや苦労っていうのはだいぶ減ったと思います。今編集中なんですけど、詳しくは動画の後ろの方とか補足の方で話しているので、そちらを見てほしいです。ただ今だからこそできないことももちろんあります。それは後で話します。治療し始めてだいたい2年ぐらいで、なんかできることがちょっと増えたかもみたいになりました。初めての変化だったので、もうそれでも奇跡が起きたんだぐらいびっくりして、本当に希望が持てました。まず最初の私の状態から話していきたいんですけど、体の状態と気持ちの状態と日々の過ごし方と人間関係の4つに分けてお伝えしたいなって思ってます。メモ見ながら話してるんですけど、だからメモ見ながら話す時もあります。とにかく自分の意識がものすごく薄かったんですね。っていうのは自分の体の感覚も心も考えも何にもわからないので、記憶もないじゃないですか。だから自分がどこにいても現実味がないと言ったらあれですけど、自分が例えば公園にいてもその公園にいる人の体の中に入っているような感覚で、自分が今見ている景色も遠い異国の地を見ているような感覚で、まるで現実味がなかったですね。入ってくる情報も処理ができなくって、文字を文字と認識できないぐらいでしたね。その当時は他にも過食症だったり慢性疲労症候群とかもあったので、もうボディの方はボロボロになってました。気持ちの方なんですけど、もう他人のことも人のことももう何にも分かんない
もう全然知らない星に飛ばされたみたいな感覚で、文化的な雰囲気とかどういうマインドで生きるべきかも分かりませんでした。異国の地に行ったらそれなりに自分の身を警戒すると思うんですけど、もうだから自分のいる日本がもう異国の地でした。いつも宇宙人に囲まれてる感覚でした。それは自分含めて。なぜか他人が自分を否定してくる、攻撃してくる存在だとしか思えなかったんですね。もう強烈な警戒心があって、人や動物さえも魂があるもの全てが私の敵だったんですよ。しかも常に監視されている他の生き物は私を監視するものだって思っていたんですね。そう、自分の意思ではどうにもならない思い込みみたいなのが昔はたくさんあったんですよ。でも今は全然ないです。だから自分は悪い存在だ、だから監視されて怒られる存在だっていう思い込みもあったのかなって思ってて、例えば公園に行ったとしても、その公園で人影が見えた途端に逃げ出すとか、警戒してこれは逃げなければっていう風な状態でしたね。背後を取られたくないみたいな。だから友達とか恋人とかもこう背後を取られたくないから、一列になる時は無理やり前を歩いてもらったりとかしてました。背後を取られたらもう体動かなくなっちゃうし、恐怖から暴れたりとか、あと安心の概念がなくて自分の気持ちイコール不安みたいな感じだったので、ちょっとした些細な一言でも不安な気持ちから暴れ出したりとかしていました。常にイライラしてたし、常にそわそわしてたし、常に気が張ってたんですよ。自分の感情もわからない、感覚もわからないで、ただ辛いっていう感情だけ、記憶だけが多分あったと思うんですよ。記憶がその人の人格を作るとしたら、その記憶の10割が辛い記憶だったらハッピーになれる根拠がないじゃないですか、その人が。だからもうずっと辛い気持ち、その辛い記憶がずっと自分の目の前で起きているような感覚でずっと辛かったですね。それが自分は失敗作だとか、自分は世界で一人ぼっちだとか、周りとの違いや誰も自分を気にしてくれないとかいう孤独感も苦しかったです。自分には何にもないとか、空虚だなとか、虚無感とか、起死燃料とか、そういうのにもつながってましたね。普通になりたいっていう気持ちが強すぎて、その普通っていうのが私の中で朝早起きできる、毎日外に行くとか、職業に就くとかね、何者かになるとか、そういうのが普通で正解なんだって思ってました。だから毎日外出しようと試みたりとか、あとダイエットとか、過食症もあったのでダイエットしないといけないとか、資格を取ろうって躍起になったりとか、コミュ力が高くないといけない、いかに相手に合わせられるコミュニケーションをできるか、そんな人間にならなければいけないとか、その時は正解ばっかり追い求めていたような気がします。実際はただ生理的な欲求、安心したい気持ちとかね、そういう原始的な欲求が満たされていなくて振り回されているだけなんだけど、だから振り回されなくなったらさ、振り回される割合が減ればきっといいんだけど、なんかあまりに苦しすぎて人生に正解があるって思わないと過ごしていけなかったんだよね。なので別に自分がダメとかではなくって、だから何にも悪くないの。補足すると、ただただ苦しかったから自分とは違う普通っていう正解があるんだって思ってたんだよね。過ごし方なんだけど、まず毎朝悪夢見てました。もう本当に恐怖を感じる悪夢だよね。もう分かる人は分かると思うんだけど、もう見なくなったんですけど、20数年ぐらいは続いてましたね。ハリーポッターのうなされながら起きるシーンがあるじゃないですか。あるんですけど、苦しみの海から入れるようなぐらいのうわーみたいな起き方、こんな笑顔じゃないですけど、うわーって感じではぁはぁって息切れしながら起きていることも多かったです。安心がない世界にいたので常にそわそわしていて、何もしなくていい状況でも何かしなきゃいけない。例えば首も絞められたりしたらもうジタバタして助けてくれっていうことになるじゃないですか。もうそういうことで、そういうことです。
常にちょっとしたパニックになっていて、ぼーっとする瞬間が本当になかったです。もうすごい苦しいですよね。なんかぼーっとしてる人を見てすっごい羨ましかったりとか、なんでこの人はぼーっとできるのに私はしちゃダメなんだろうとか思ってました。布団に寝てる時も全然楽じゃないし、もう自分をもっとボロボロにしてやるっていう愛着障害から来る試し行動とかも私はあったので、過食症もものすごくエスカレートしていっていたし、体はもうどんどんボロボロになっていってました。ただ過食症についてはその後また別のところで話すんですけど、治っていきました。基本的に自分を大切にしたいっていう気持ちがなくって、むしろ自分をボロボロにしてやるぞ、どんどんボロボロにしてやるっていうことしか発想がないしできなかったんですね。もっと自分をボロボロにしたらきっと誰かが心配してくれるから、もっとボロボロにしなきゃいけないっていう、その心配されたいっていう欲求、誰かに大切にされたいっていう欲求に振り回されていることもありました。で、人間関係なんですけど、もうまず愛着障害の症状が出ているので、その影響がすごく大きかったです。コミュニケーションはできたんですけれども、普段から自分の感情や感覚、思考がわからない状態でそれっぽく話しているだけでした。基本的に受け身です。人のことを信用するっていう概念もなかったし、自分が誰と話している時に心地いいか、誰と話したいかとかもわからないので、自分から連絡することもなかったんですね。客観的にこの人はこういう人だっていう客観的だと思われる事実を理解することはできても、自分の感情が本当にわからないんですよ。 SNS で辛いとかつぶやくってことも人を全く信用してなかったので、もう皆無でしたね。本当にだから孤独でした。もうだからその時の自分にもこの動画見せたいぐらい全然一人じゃないしっていうことは言いたいですね。で、友達とかと仲良くなっても面倒になるんですよ。もっと仲良くなりたいっていう純粋な気持ちが出てくるんですけど、それがさっき言った自分の意思ではどうしようもできない思い込みが歪ませるんですよ。どうせこの人は私のこと嫌いだとか、気持ち悪いと思っているとか、どうせみんな離れていくとかね、そういう気持ちが、この人はどうせ私のことを何にも分かろうとしてないし分かってないし、どうせ嫌いだから早く離れなきゃって、でも好かれたい、どうしたらいいんだろうみたいな、本当に愛着障害の思考。また補足なんですけど、誰かと一緒にいてもどうしたらいいかがわからなくって、困惑したり葛藤したりとか、あと体の症状もあったから、友達といたとしてもほとんど何にも考えられなくって、今振り返ると友達と思うように関われないまま過ごしていたっていうのは悔しいことではあるんだけど、それが私なりの精一杯で精一杯頑張っていました。なんかありふれた他人への親近感とか、他人同士が親しく関わろうとする気持ちみたいなものが全く分かってなかったんですね。みんな同じ人間だから大丈夫みたいな基本的な世界とか社会への信頼感がなかったんですね。だから遊んでいても、この人は何を考えているんだろう、楽しいのかな、何なんだろうとかも分からないし、距離感も分からない、どこまで私が自分のことを話したらいいか、話すべきかも分からないとか、だから突然私逃げ出したりすることもあったんですね。例えばデートしてても逃げ出したりしてました相手の人から逃げ出して街中で追いかけっこみたいになったこととかもあって、自分が自分であることそのものが結構恐怖で、自分で恐怖を感じていて、もう耐えられないんですよね。逆に本心を言えるぐらいの仲がいい人ができれば、もう離れたくないみたいになって、離れることがものすごい、もう自分の一部を失うぐらいの恐怖で、別れてからもずっと寝込んだり、そのことしか考えられないみたいなこともありました。だけどそれは今はないので、愛着障害の症状だったんだっていうのはもう分かってるので大丈夫です。今ずっと昔の症状言ってきたんですけど、もうほとんど全部なくなってます。補足で詳しく言うと、まず慢性的な体と心の苦しさっていうのは本当になくなりました。それは生活面でも仕事面でもです。仮に一時的に出てきたとしても、今は症状を理解して自分なりに対策をすることで、苦しさがあっても向き合ったり乗り越えることができています。
自覚している分昔よりか苦しいって思うことはあるんだけれども、昔と一番違うって思っているのは病気の症状と本来の自分自身を切り離して考えることができているというところです。たとえ苦しい気持ちを感じたとしても、それは今の周囲の状況のせいではない。過去の記憶が原因でその症状が出ていると自分で客観的に考えて捉えることができるようになっています。愛着障害の症状も和らいでからは衝動的な気持ちだったり、わざと拒否したくなるような気持ちだとか、愛着障害の反応だっていう風に理解をしているので、本当の自分の意思や願望というものを尊重して優先するということが今はできるようになっています。治療していく中で、まずは自分の今いるこの周囲とか見れなかったんですよ。常に監視されているって感じているし、怯えていたから周りを見ることができなくって、まず治療を通して周囲の世界を知ったり、大体普通ってこういう感じだよねとか、その大体普通ってこういう感じを知ったりとか、それもいろんな人や物と触れ合いながらで、そしたら自分がどういう人間か分かっていく、アイデンティティが再構築されていく感じがありました。自分の心の形だったり、自分はきっと苦しい経験をしてきてこういう経験してきたんだなとか思い出したりしながら、自分の考え方とかもはっきりしていくし、そこから自分の趣味思考が分かったりするんですね。だから何が自分が楽しいと感じたり、何が不安だと感じたり、何が心地いいと感じたりするかっていうのを治療を通して、そしていろんな人や物と関わり合う私生活を通してどんどん症状が改善していったっていう感じですね。だから治療を通して自分の世界の捉え直しだったりとか、自分のアイデンティティの再構築が行われたみたいな感じです。だからそれがだいたい進んでいくと、だいたい普通ってこういう感じがわかるので、人間関係とかも円滑にできるし、自分らしさっていうものがだんだん本当に少しずつなんですけどはっきりしていくので、マニュアル的なこういう人生を歩むべきだとか、こういう風にしなければいけないとか、マニュアルじみたコミュニケーションから自分らしく振る舞ったり、自分らしく生活したいって思えるようになったりとか、自分を大切にしたいって思えるようになったんですね。で、実際それができるようになっていきました。だから要は本当に基本的な社会や自分、そして他人への信頼感や安心感ができたんですね。その上で世界を捉え直したり、アイデンティティの再構築っていうのが行われていったんだって私は感じています。もう言っちゃえば育て直しみたいなことだと思ってます。なんかずっと原始的な欲求に振り回されていたんだなって今思うと思いますね。今回は私の昔の症状がどう変わったかっていうのをお伝えさせていただいたんですけれども、次の動画では具体的にどんな治療法やお薬でどう変わっていったのかっていうことを体験談をお話しさせていただきたいと思っています。ここまで共感できる部分だったり、これは自分と違うなっていう部分もあったりすると思うんですけど、私もまだまだ治療途中なので、これから一緒に頑張りたいなって思っています。少しでも参考になったら嬉しいし、何か感じていただけたら嬉しいなって思います。また次は具体的な話もしますので、また見ていただけると嬉しいです。じゃあバイバーイ。